松田さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんですか。今日はですね、この前紹介しましたけども、響きがいいのがこう入っておりますんで、それの苔玉作りをしていきたいと思います。もう苔玉作ったらほとんど売れてしまってですね、はい、やはり鉢植えよりは苔玉のが、空間を飾るのでいいのか、はい、苔玉を、こんな感じで作ったらですね、すぐ売れてしまうというような感じになってるんで、はい、それを作ってみたいと思います。その作り方をちょっと説明しながらやりたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はしっかりした響きが手に入りました。それも今回も投げ込みです。で、陶器鉢に投げ込むというちょっと綺麗な株が手に入りましたんで、それを苔玉にしていきますね。こういった投げ込みです。はい。で今回はですね、はい、この苔マットを作りました。これ半年ぐらいこう寝かしています。こういった苗のトレイに取ってきた苔を敷いてから、明るいところでもうほとんど乾いたら水やるというパターンにしたら、こういったマットになるんですよね。マット上つながっておりますので、それが使いやすいんで、それってを使っていきますね。この苗のケースにこう入れておって、これを3等分にします。3つに切っていきます。ちょっと端っこが中途半端なんで少し揃えますね。こんなマットを作っていきますね。これぐらい8合わせたマットです。はい、これを巻いていきますね。今回も少しマグアンプを入れます。少しですね、少しマグアンプを入れます。それから鉢から抜いてですね、で下の方でここ咲いてるんで、苔玉にしたらちょうどいい具合でかっこよく見えるんで、はい、こうやってきれいにこう根が回っています。根鉢がもうできてますね。もう土が落ちないぐらいになってます。この植え込み用土はバークです。ニュージーランドから輸入されたバークを使って育てています。そうするとこういった粘りがいいですね。はい、でこれを巻いていきますね。苔をですね、こうやって合わせたところで親指で挟んで、その上にこう糸の端っこをですね、親指で押さえるんですね。押さえて糸を引き出して、でこれでまず一周させるんですよ。一周させて糸をクロスさせると、もうこれで動かないんです。これでばらけないんで、これで巻き込んでいきます。で裏はこんな感じに今なってますね。それを少しはみ出た苔で裏を塞いで、これで裏が崩れないように一回巻きます。で巻いて、これでもうだいたい裏も埋まったんで、これであとはですね、たすき掛けのようにしてちょっと締めていきます。でその前にまず形を作ります。丸く形を作って、でこれでですね、まず、斜めにたすき掛けですね。たすき掛けで1センチから2センチずつずらしながらこう巻いていくんですね。でしっかり押さえながらですよ。しっかり根鉢と苔がフィットするように巻いていきます。でだいたい1センチから2センチずつ、斜めにずらしながらたすき掛けをしながらいきます。で上もですね、苔ギリギリのところに糸をかけていきます。というのはですね、最終的に上の方を根元をハサミで揃えますからね。その時糸を切らないようにするためにあんまり深くは巻きません。でたすき掛けをしていきます。で、ちょっとですね、こう押さえるためにも胸に当てて、この丸みをちょっとつけていくような形、こんな感じですね。胸につけて丸みをつけていくような感じにしていきます。
でこれでだいたい1周しました。1周して形もできてきたんですけど、ちょっとボコッと出てるところがあるんで、それを調整していきます。できるだけ丸くなるように調整して、これから2周目に入ります。2周目に入りますね。で胸で受けて丸みをつけて、胸で受けて丸みをつけていきます。たすき掛けですね。だいたい1センチぐらいずつずらしながら斜めにたすき掛けをしていきます。はい、斜めにたすき掛けをして、これでだいたい2周目が2周目が終わりました。これでだいたい丸くなったんで、これで最終的に下の方で糸を切ります。糸を切ってから、この端っこをですね、端っこをこのピンセットで掴んで中に押し込みます。そうするともう出てきません。でだいたいこういう形で出来上がったんで、これでですね、はみ出している苔をちょっと切っていきます。あと株元ですね、株元をきれいに揃えていきますね。花や茎を切らないように。これで株元がきれいに揃いました。であとはですね、ちょっとはみ出している苔を切っていきます。あんまり深く切ると糸まで切ってしまいますからね、はみ出している苔を切るだけでいいです。はい、こういう感じで出来上がりました。で株元に咲いてきれいにこう見えますからね。裏にもちょっと咲いてるんで、こう全体的に見れるかなっていう感じですね。これを例えば置いてもいいし、置いて受け皿の上で見ることもできますし、空間にすることもできます。この鉄棒はよく胡蝶蘭花の花に使っているやつです。結構丈夫なやつですね。今回それをちょうどいいぐらいの長さに切って使います。ですから胡蝶蘭のもし贈答でもらった場合には、この金具なんかも取っておくと使えますんで。これもだいたい中心に向けて思い切って差し込んでいきます。ブスッとこんな感じで突き抜けていきましたね。突き抜けていきました。でこれをいつものように L 字に曲げていきます。 L の方から少しちょっとこう角度をつけたぐらいですね。それで引っ張り上げると、これでだいたい動かないんですよね。動かないんで、こんな感じですよね。でこれでフックを作ってあげると、こんな感じです。どこでもかけられるという形です。このまま置いてもいいし、こういう感じで空間を作ることができます。これは裏にも咲いているのをちょっと見つけてきて、これで巻いたんですけれども、こんな感じですね。これをバケツに蛇分でいいですね。これが水をつける用のバケツを用意しているんですけど、これにつけていきます。これを蛇分とつけていきます。蛇分とつけて、ちゃんと染みたところでちょっと周りをですね、少しこうほぐしてあげます。ほぐしてあげるというか、撫でてあげるんですよね。撫でてあげて、
苔を落ち着かせます。これで水分を取ると、はい、もうグリーンが目立ってきて、こんな感じでしっかりこう水をあげることが大事で、これからもですね乾いたらこんな感じでバケツにジャブンとつけるのが一番染みる感じですね。水がそういう感じで水やり完了してください。そうしたらこの状態がだいたい2ヶ月ぐらい続きます。2ヶ月から3ヶ月ですね。苔で巻いたらしっかり水をやることですね。もうだいたい黒糸が見えなくなるぐらいにちょっと落ち着いておりますんで、こんな感じで出来上がりです。簡単にできます。それではですね、もう一回作ってみますね。はい、しっかり何ヶ月も作り込んだマット、苔マットで包んでいきますね。この響き、綺麗な響きが手に入ったんで、これをまず苔に少しマグアンプをまぶします。で今回YouTube で紹介した焼き鉢に投げ込んである苗をですね巻いていきます。こんな感じですね。これはですねやはり、バークで植えてあってすごく粘りが良くなっております。はい、こんな感じですね。はい、でこれを置いて、こんな感じでまずは包んであげますね。糸の端っこを持って親指で押さえます。押さえて糸を一周します。一周してクロスしてあげるともう止まります。止まりますんで動かないから、糸が動きませんからね。あとは後ろの方がちょっと空いているんで、そこをですね、ちょっとはみ出ている苔で下の方を押さえていきます。下の方を押さえていきますね。でこれで糸を下の方からちょっと穴が大きかったんで、穴が塞ぎきれない時はちょっと苔を足してあげます。そこら辺は臨機応変にですね、こんな苔をちょっと穴が大きかったんで埋めてやるだけ。こんな感じで底の方が塞がりますからね。そこら辺は臨機応変に考えてやってください。それではこれで下の方を押さえてやるともうこれで崩れませんので、これで1センチずつたすき掛けをしていきます。はい、糸をですねこっちくるっと回して糸を押さえ込んでですね、はい、こういう形でたすき掛けして、中指、人差し指、小指で押さえていきます。しっかり押さえていきますね。こっちもしげだれてる仕事してたんですねめちゃめちゃ仕事してますよ。はい、形を作りながらですね。で群れでこっち側を丸く整えながら、はい、しっかりこの後ろ側でも中指と薬指と小指で糸を押さえながらばらけないようにするためにですね。で群れは群れでこちらでこう丸みをつけていくというような形ですね。はい、これで2周しましたんで、後ろの方で底の方で切ります。底の方でカットしますね。カットしてこのはみ出た糸の端っこを
苔の中に押さえ込んでいきますね。はい、しっかり押さえ込んでいきます。はい、押し込んでいきますね。でこれで大丈夫です。でまずこういう形で原型ができました。はい、でこれはあとはですね、根元をきれいに切り揃えていきます。株元ですね、株元をきれいに揃えていきますね。たまに新しいバルブが出てたりするんで、それを切らないようにします。これで株元がすっきりしました。あとははみ出しているところを切っていきますね。このこぐれ玉作りはですね、いろんなものに応用できますんで、こんな感じでここのやつも作っています。はい、こういう感じで出来上がりました。このまま本当に置いてもいいですし、空間を飾るようにこうちょっと今から鉄棒を入れていきますね。こんな感じで突き抜けましたんで、これを先と同じように L 字状に曲げていきますね。少し4センチぐらい、3、4センチ取って苔をしっかりこう固定できるようにしますね。少しちょっと上がり気味です。こういう感じにしていきますね。これでだいたい中心部分に入りましたんで、これでフックをつけていきます。フック状にしていきますね。こういう感じです。これで出来上がりですね。でこれであとはバケツにジャブしてこうちょっとほぐしてやるともう出来上がりという感じです。じゃあ2個目の水やりをしていきますね。はい、こんな感じです。ジャブーンとつけます。ジャブーンとつけてしっかり今染み込んでますんで、これをですね、苔の方を少しこうはたいてやるような形ですね。ほぐしてあげるような感じ、ポンポンとほぐしてやるような感じで苔がしっかり落ち着いていきますね。はい、でこれでちょっとこんな感じで絞ってあげると、これで水やり終了。これであとはかけて干渉するだけですね。であと乾いたら同じような水やりパターンでいいです。本当に簡単にできますので、皆さんもですね、鉢植えだけじゃなくてこういった苔玉作りも挑戦してもらったらですね、本当に空間を飾っていい感じで見れるんじゃないかと思います。はい、できるだけ明るいところがいいんですけれども、昼間は外に出して夜はですね、家の中のちょっとリビングでも飾ってもいいかなと思うんですよね。そういった手間が取れればそういった楽しみ方もできるんで、これは特に花が長く咲きますから、十分長く楽しめますし、そんな難しい花じゃないですんで、簡単に育てられることができます。でもですね、冬の寒さだけはちょっと気をつけた方がいいですね。はい、そういうところです。はい、デンドロビウムの響きですね。はい、それの苔玉作りでした。この前ですね、苔玉を作ってスリット鉢に置いて根を張らせて、でサラレスの飾り鉢に入れるというやつがちょっと花がついてきたんで、それを紹介したいと思います。こんな感じで、最初は全然花がなかったんですけど、違うようになってしっかり花がついてきました。でこれをですね、こんな感じで、見られるということで、提案してみたんですけれども、はい、綺麗に咲いてきたんで、こういう感じも一つかなと思います。これはサラレスで水が抜けないんで、
あんまり水をやりすぎると溺れることもありますし、私は下に穴を開けて、あんまりこう溺れないようにする方法もありますんで、それはちょっと工夫次第でいろんなことができると思います。はい、しっかりですね心配してたけど花が上がってきました。福岡の方ですね、花が上がらないという方もうちょっと待ってもらって、こういう感じで上がってきますんで、はい、本当に響きって夏の花ですね。夏になったらしっかりこう花が上がってきますんで、はい、夏からですね本当にこう秋ぐらいまでつぼみがどんどん上がってくる場合があるんで、そこには十分見てもらって、様子を見てください。はい、こういった感じのやつもまずは成功したかなという感じですね。それでちょっと話が飛んでしまいましたけど、今回はデンドロビウムの響きの苔玉作り、簡単にできますんで、皆さんも挑戦してみてください。これを欲しい方はですねまたネットの方でこう要請してもらうと販売することができますんで、そこへもチェックしてみてください。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ松坂さんコメントです。はいはい、いつもコメントくださるともこさんです。はいはい、いつもありがとうございます。我が家の響きはほぼ満開です。はいはい、夏の花おっしゃる通りです。長い花期楽しみたいと思っています。はい、綺麗なピンク色ですね。しかも本当に強いです。灼熱のベランダでも元気にしています。そうなんですね。コメント紹介ありがとうございました。苔玉様に褒めていただけ嬉しいです。いや本当に上手な方ですね。暑さが続いています。お体ご自愛くださいませってことです。はい、いつもありがとうございます。本当に響きって丈夫で本当に夏の花ですよね。夏になったら本当にいっぱい咲いてきたんで、はい、ちょっと4月5月ちょっと心配したんですけど、やっぱり6月7月になって花がしっかり上がってきたんでよかったなと思っています。はい、花が本当は花期が長いんで、長く楽しめると思います。うまくいけば10月11月ぐらいも咲いていますんで、悪くなった部分だけこうピンセットかなんかで取ってやると綺麗に楽しめると思いますんで、はい、ぜひ水やり頑張ってもらってですね、長く楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。